私たちの長年の夢でもあった世界一周の旅を2025年スタートしたいと思います。この動画はまず準備編として世界一周のルートの決め方や航空券の購入までをご紹介したいと思います。実際に私たちが予約したルートをウェブ上でシミュレーションしながら発見までを解説していきます。最後に実際にかかる費用などを紹介したいと思います。これから世界一周旅行を計画される方やご興味のある方の参考になれば幸いです。最後までぜひご覧ください。まずは世界一周航空券ですが、これは出発地から世界一周をして出発地に戻るまでの投資の航空券のことを言います。そして航空会社が集まって作っている各アライアンスごとに発売されております。日本の航空会社では JAL が加盟しているワンワールド、ANA が加盟しているスターアライアンス、アライアンスに加盟している航空会社を乗り継ぐことにより世界一周を可能にしてくれます。それでは私たちがどのように世界一周のルートを決めていったかをご紹介したいと思います。まず行きたい国、都市をリストアップします。これが一番大変ですが、とりあえずリストアップして条件に合わせて削っていきます。日本の航空会社は日本発着でしかないので、あとは行きたい国を発着する路線を調べていき、アライアンスを絞り込みます。例えば ANA のフライングホニーに乗りたいですとか、カタール航空の豪華なビジネスクラスに乗りたいなどと選んでいくといいと思います。搭乗クラスですが、先ほどもお話ししましたように、豪華なビジネスクラスに乗りたいですとか、いろんな受けてみたいサービスを考慮して検討していくといいと思います。そして私たちの選んだ結果は ANA 加盟のスターアライアンス航空券を選択することにしました。そしてクラスは身の程知らずですが、ファーストクラスを利用することにしました。その理由は、世界一周ファーストクラスの航空券は確かに高いんですけれども、複数回ファーストクラスを乗ることを考えると意外とリーズナブルでした。料金につきましては、後ほどご紹介させていただきます。そして、やはりファーストクラスは機内や空港にて上質なおもてなしを受けたり、豪華な空港ラウンジを体験することができます。そしてプライベート感のある座席で移動そのものを楽しみたいという思い、ファーストクラスを選択しました。スターアライアンスの加盟航空会社はこちらの25社になります。この中から条件に合った航空会社を選びながらルートを作っていきたいと思います。ここからはスターアライアンス世界一周の予約方法について紹介いたします。まずは航空券予約のルールを確認します。運賃は全行程の合計距離により決定します。太平洋、大西洋を1回ずつ飛行機で横断。ルートは東回り、西回りを選択。途中での逆回りは禁止となっています。最大8回の途中降機が可能で、欧州での途中降機は3回まで、日本国内での途中降機は4回までとなっています。全行程で12区間以内、最大4区間の地上移動、同じ都市での異なる空港間移動が可能です。出発日翌日から帰国便まで10日以上が必要です。有効期限は使用開始から1年間となっています。実際の飛行機の搭乗ルートはウェブ上で作成することができます。以下のスターアライアンスのホームページから進んでいくことができます。この URL を概要欄の方にも貼っておきますので、ご確認ください。アライアンスのルールに合わせてシミュレーションしていきます。こちらの画面は比較的シンプルなので、わかりやすいかと思います。日程、ルート、キャビンクラスが決まったら、いよいよ発見へと進みます。そうは言っても、簡単にルート、搭乗便は決まらないと思います。焦らずにゲーム感覚で探していくと良いと思います。
それと私たちはルートを決めるにあたって独自のルールを作りました。世界一周行程の中でより多くファーストクラスに乗る。なるべくファーストクラス便はその航空会社の国から出発したものを選ぶ。移動先へは直行便を利用して乗り継ぎ移動はしない。理由は空港でラウンジを楽しんだり、ロストバゲージの防止を組んでいます。移動先への到着時刻は明るいうちの到着便を選定します。慣れたい、土地での夜の到着移動はやはり精神的に疲れます。都市の滞在日数は航空券の予約日を考慮して、選定しております。ファーストクラスの旅ですと、やはり席が取れなかったりして、日にちをずらして、予約したりするので、そのあたりはフレキシブルに検討しました。今回は訪問先の気候などを考慮して、東南アジアをめぐって一旦中断することにしました。それでは例として私たちの予約したルートを参考に航空券を作っていきたいと思います。キャビンクラスはファーストクラス。日程滞在日数は任意に設定。ファーストクラスのない路線はビジネスクラスを選択。合計のマイル数は29,000マイル以内に収めます。スターアライアンスの世界一周料金は4つのキャビンクラスと3つのマイル区分に分かれており、私たちはファーストクラスの29,000マイル以下の料金を目指すことにしました。こちらが私たちが予約したルートとなります。このルートを参考に実際のホームページ上でシミュレーションしていきたいと思います。それでは、こちらの画面を使ってルートを設定していきたいと思います。まず最初にこちらの方に記入して進めていきます。出発、日本でキャビンクラスが、ファースト。出発地は私たちは札幌ですので選択しまして、開始日は便宜上7月1日にしたいと思います。で、こちらの下の部分は、もし他で中断した場合は、こちらに番号を入れて再開することができます。まだ番号ありませんので、今回はこちらはこのまま進みたいと思います。進んでいきますと、次にこのような画面が現れます。こちらもですね、世界一周のルールを表したものですけれども、このように、3つの区間を、またいで世界一周をするっていう風な形になります。ルールに関しましては、先ほど紹介しましたので、割愛させていただきます。で、この画面ですけれども、こちらの画面も紹介していきたいと思います。まず、一般的なルールということで、こちら英語書かれておりますけれども、先ほどの書いてあったルールと同じものになっておりますので、こちらでは消しておきたいと思います。こちらの表はですね、途中の後期のですね、回数ですとか、累計のマイル数が示されておりますので、こちらも都市を選択するごとに表示されますので、こちら一旦畳んでおきたいと思います。今現在の画面では、札幌市が出発地点として、選ばれておりまして、この、茶色の丸に関しましては、こちらにもありますように直行便ということで、この画面の札幌から直行便で行ける空港を表しております。あと、黒い丸に関しましては、乗り継ぎ等で接続できる空港。で、札幌から一番近いハブ空港等が示されておりまして、今現在では、ソウルのインチョン空港がハブ空港というふうに、表示されております。このような画面から、直行便、乗り継ぎ便等を選んで、訪問都市を設定いくルート設定、となっております。こちらのに関しましても、選んだ都市が随時表示されていきますので、後ほどご紹介させていただきます。それでは実際のルートを組んでいきたいと思います。私たちはまず、札幌から大阪の方に、向かいますので、大阪を選びますと、
このようにですね、カレンダーが、表示されます。これは、その選んだ都市を出発する日を選ぶことになりますので、私たちは全泊で大阪入りましたので、大阪の次の出発は7月2日になりますので、7月2日を選択しておきます。すると、またこのように出ますので、こちらも一応また見やすいように隠して閉じておきます。で、大阪の次に選んだのが、バンコクですので、こちらでバンコクの空港を選びます。で、ここからはですね、便宜上5日ごとに、ルート設定、日にち設定をしていきたいと思いますので、このような形で選んでいきたいと思います。で、バンコクの次はプーケットに向かいますので、プーケットを選んで日にちを設定します。同じように、プーケットの次はシンガポールになります。シンガポールも、日程を設定しまして、次にですね、シンガポールから一旦、東京に戻るルートを作ります。ここでまた再度ですね、東京を選択して、で、ここで現れる日付は、一旦中断して再開する日にちを選ぶことになりますので、ここでは、1ヶ月空けて、8月の20日にですね、再出発するっていうふうな日程にしたいと思いますので、8月20日を選定します。はい。ということで、ここまでで一旦帰国をするまでの、ルートができました。まだ、世界一周旅航空券としては完了しておりませんので、引き続き再開後のルートを作っていきたいと思います。再開後はですね、羽田からニューヨークの方に、向かいます。で、こちらで、ニューヨークを選びまして、ニューヨークからの出発の日を選びます。で、その後、ニューヨークからは、フロリダのオーランドに向かいますので、オーランドを選択して、オーランドから出発する日を選択。オーランドの次は、ワシントン DC になります。ワシントン DC を選びまして、ワシントン DC を選びまして、ワシントン DC の出発日を選定します。で、ここからですね、ヨーロッパ大陸の方に、行きたいと思いますので、ワシントン DC からは、次に向かうのがチューリッヒになります。で、チューリッヒを選んで、出発日を選定すると、ここで、こちらの画面が完成という風に切り替わります。これはですね、世界一周のルール上、こちらの方でルール通りに、ルートが設定できたというふうな意味になります。で、こちらには見積もり金額の概算も表示されまして、このようにですね、後期回数ですとか、マイルも、表示されております。ただ、私たちは、チューリッヒの後も、回りますので、その後も、紹介して、おきたいと思います。で、チューリッヒに着いた後は、バルセロナに、行きまして、バルセロナを出た後は、フランクフルトに、向かいます。で、フランクフルトから、日本に、帰国するという風なルートになりましたので、これでですね、札幌までの、ルートが、完結したという風な形になります。で、こちらで作ったルート上ではですね、見積もり金額がこのような金額になっておりまして、後期回数が11回、マイルが26,833マイルというふうな、形になりました。ここで、私たちのルートは、完成というふうな形になりました。
それでは次の作業としまして、今作ったルートを、実際に乗る航空便を選定していくというふうな作業になりますので、次に進んでいきたいと思います。はい。今、改めて画面が切り替わりまして、先ほど選択したルートがこのような形で表示されております。左側に表示されております。上には、概算の金額、それから日付、合計のマイル。これ先ほど、画面切り替わったら少しマイルの数も変わりましたので、計算し直した形での変更になったのだと思います。で、一旦ここに保存するというふうな、表示が出ましたので、ここをクリックしますと、このような、紹介番号が表示されますので、これを控えておいて、先ほど最初の画面でそれを入力すると、途中から、ここからですね、スタートすることができるようになります。それでは、こちらの画面から、実際の、ルートの一つ一つの便を選定していきたいと思います。まず最初の札幌から大阪ですけれども、国内線になりますので、一応、世界、一周航空券の場合は、プレミアムクラスでの予約になります。で、このような便が、表示されておりますので、自分たちに都合のいい便を選んでいくことにしたいと思います。こちらでは、この画面では11時10分発の、13時、到着、ANA の NH774 便を選択したいと思います。選択すると、このような形で今選択したものが上に上がってきます。あと、金額の計算ですとかもその都度表示されていきます。はい。続きまして、大阪から、バンコクの便になりますけれども、大阪、バンコクのルートを選んだ理由はですね、タイ航空のファーストクラスを乗る予定でしたので、ここではですね、クラスコード A のですね、この便が、選択済みというふうな形になっております。他の便は、乗り継ぎ、またはタイ航空の中でも、ビジネスクラスにダウングレードした便に、なっておりますので、こちらの画面では、この TG623 便一択というふうな形になります。続きまして、バンコクからプーケットなんですけれども、この、路線に関しましては、ファーストクラスの、便の設定がありませんので、ビジネスクラスにダウングレードして、乗る形になりますので、こちらもですね、自分たちの都合のいい時間に合わせて選定をしておきたいと思います。はい。あと、その先、プーケット、シンガポールも、ファーストクラス設定ありませんので、便宜上、こちらの便のままで行きたいと思います。そして、シンガポールから東京になりますけれども、こちらではこのような便が表示されておりました。で、この中で見ていきますと、このシンガポールの SQ634 便はですね、ビジネスクラスにダウングレードした便しか取れておりません。表示されておりません。で、その下を見ますと、SQ の636がですね、22時50分発の便なんですけども、こちらがクラスコード A ということで、こちらがファーストクラスになりますので、ファーストクラスを乗るためにはですね、こちらが、一択というふうな形になります。はい。で、ここまでシンガポールから、羽田空港にですね、一旦戻ってきて、再開後の便も引き続き、選定していきたいと思います。東京からニューヨークなんですけれども、この画面ではですね、ユナイテッド航空が
示されておりますけれども、こちらはビジネスクラスにダウングレードした便となっております。で、私たちが乗りたい便は、この、ANA の NH110 便ですので、こちらはファーストクラスに、まだ余裕があるということで、クラスコード A で、ファーストクラス乗れますので、こちらの便を選択していきたいと思います。はい。で、ニューヨークから、オーランドにつきましては、アメリカ国内もファーストクラスの設定はありませんので、すべてビジネスクラス、クラスコード C になります。こちらもですね、自分たちの都合の良い便を順次ビジネスクラスで選んでいきたいと思います。オーランド、オーランド、ワシントン DC につきましても同じように、選定していきます。はい。続きまして、ワシントン DC から、チューリッヒですけれども、ここではですね、スイス航空のファーストクラスの便が、すでに選定されております。他の便は全部ビジネスクラスに、ダウングレードした便になりますので、ここではこちらのスイス航空の、ファーストクラスを、選択していきます。で、チューリッヒからバルセロナ、ヨーロッパ圏内もですね、ファーストクラスの設定ありませんので、ビジネスクラスに、ダウングレードした便を、設定していきたいと思います。バルセロナから、フランクフルトも同様にビジネスクラスのみになりますので、便を選定していきます。で、最後、フランクフルトから札幌になりますけれども、こちらはですね、エアチャイナが表示されておりますけれども、見ていきますと、ANA の乗り換え便ですとか表示されております。で、こちらにですね、フランクフルトが初の、ルフトハンザ航空の便が表示されておりまして、この内容を見ますと、フランクフルトから、羽田までが、キャビンクラスファーストの、ルフトハンザの、ファーストクラス。で、羽田から、千歳までは、ANA の、プレミアムクラスというふうな、便になりますので、こちらを選択していきたいと思います。はい。これで全ての便の選択が終わりましたので、次に進んでいきたいと思います。ただ、次の便を、次に進むを選択していきますと、私のルートが悪いのか、原因がわからないんですけれども、このようにエラーの表示が出てしまいました。で、私たち、これも実際に、ルートを組むときに同じような状況になりましたので、私たちは一旦ですね、ここで、このシミュレーション、予約をですね、ルートの作成をここで中断しております。で、ここで一旦閉じるを押しますと、先ほどのですね、便を選択する画面に、なりますので、して、この画面では一旦ここで、終了とします。ここでルート設定や搭乗便選択の時の注意点をご紹介します。ファーストクラスの就航都市はあらかじめよく調べておく必要があります。予定の便に希望のクラスがない場合は、日付を変えて検索してみると出てくる場合があります。アメリカ国内や EU 圏内ではファーストクラスがないため、ビジネスクラスにダウングレードした、便の選択となります。ファーストクラスは席も限られているので、早めの予約が望ましいと思います。制作したルートの発見についてですが、保留したルートをもとに ANA に依頼することにしました。ウェブ上でエラーが出なければ、そのまま進んで決済までできるようですが、その場合の窓口はルフトハンザ航空になるそうです。最終的な発見はスーパーフライヤーズデスクに電話して発見してもらいました。ANA で発見してもらう場合、1人当たり5500円の手数料がかかります。
メリットとしては、予約便のスケジュール変更があっても、ANA から連絡があったり、不明な点や搭乗便の変更などは、スーパーフライヤーズデスクで確認できます。予約管理はすべて ANA のホームページで入力が可能ですので、これらを日本語で対応できる点が大きなメリットだと思います。最後に費用についてご紹介いたします。今回の世界一周の航空券代は、基本の航空券代が114万1000円、燃油サーチャージ、諸税が14万6890円、発行手数料が5500円の合計129万3390円になっています。それに対してファーストクラスだけの正規料金の合計でも630万円になっているので500万円以上お得になっています。これは驚きですね。世界一周の予約は最初遊び感覚で自分の行ってみたい国をつないでどこの飛行機に乗れるかなどをシミュレーションしていました。出発はこれからですが、今回のルートを旅した様子をアップしていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちください。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。